朝鮮中央通信社は、傀儡地域に入る米国の戦略核戦力は、我が共和国武力の初の消滅対象であると題した論評を発表しました。論評は次の通りです。米国の軍事的挑発策動が一層危険な段階へ進化している。米国は17日、核戦略爆撃機 B-52 と F-22 ラプターステルス戦闘機を含む空中戦略戦力を傀儡南朝鮮地域に送り込んだ。米国の中核空中戦力が朝鮮半島地域に同時に入ったのも、核武装が可能な米空軍の代表的な戦略爆撃機 B-52 が傀儡地域に着陸したのも初めてである。米軍のこれらすべての空中戦略戦力は同日、軍事境界線に近い一帯の上空で挑発の狂気を振るったのに続いて、米軍の B-52 戦略爆撃機と傀儡空軍の F-35A 戦闘機が我々を狙った大規模な連合空中訓練まで強行した。さらに重大視せざるを得ないのは、19日、B-52 が着陸しているチョンジュ空軍基地に、米太平洋空軍司令官、米第7空軍司令官など、米空軍の頭らが、傀儡合同参謀本部議長、空軍参謀総長のような手先を連れて現れ、戦略核戦力の展開が、拡大抑止提供公約の履行に対する確固たる意思を示すことだの。有事の際、いつでも北に核発射が可能であるという点を示唆することだのという、先制攻撃の暴言を公然と言い散らしたことである。しかも22日からは、史上初めて、朝鮮半島周辺上空で、米核戦略爆撃機 B-52 をはじめとする米国と日本、傀儡の連合空中訓練も強行しようとしている。これは、対内外的に窮地に追い込まれた米国の意図的な核戦争挑発策動である。周知のように欧州と中東での紛争とそれによる余波で覇権戦略を実現するための米国の冒険的な政策が破綻に直面し、国内政治勢力間の鮮明な葛藤によって内政も混乱している。現米行政府の対外的な影響力と地位は、列強と同盟国間の新たな矛盾と圧力によって堕落に堕落を重ねている。米国が防政の核を万能の解決手段とみなして、朝鮮半島で改正の活路を開こうとしているが、その企図は決して実現されない。核戦争機構を実際に稼働させて、戦略原子力潜水艦だの、原子力空母だの、核戦略爆撃機だのという戦略核戦力を総出動させて送り込むのが、恒常的な安保不安に震えている傀儡を安心させるための強心剤であれ、朝鮮半島での情勢激化によって対外的活路を開こうとする腹黒い下心の発露であれ、朝鮮民主主義人民共和国武力は我が国家の物理的除去を狙った核戦性攻撃性の重大な軍事的動きとみなして、それを鋭く注視している。米国は朝鮮半島が法律的に戦争状態にあり、敵側地域に入る戦略戦力が当然、初の消滅対象になることをわかるはずである。先制攻撃権が米国の独占物になっていた時代はすでに固辞となった。米国と大韓民国のゴロツキが我が共和国に向けて核戦争挑発を仕掛けてきた以上、我々の選択もそれに相応するであろう。目標が近いほど、目標が大きいほどより鮮明に見え、それだけ危険の度合いも高まるようになっている。我が共和国が国家に対する核兵器攻撃が強行されたり、使用が差し迫ったと判断される場合、必要な行動手順の進行を許した核武力政策を法制化したのに次いで、憲法にまで明記したことを改めて想起させる。米国は誤判が繰り返されるほど、太陽向こうのアメリカ大陸の危うい瞬間が一層近づくようになるということを一日でも早く悟る方がよかろう。景挙盲導の後には取り返しのつかない後悔が伴うものである。